はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとかこれを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね、別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではここからさそり座さんの10月までのチャレンジを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。プリンセスのカップ、死神逆、ワンド4逆、ソードのクイーン、ワンド9逆、そしてペンタクスとキング逆とカップ3ですね。はい。それからラバーズの逆とマジシャンとオラクルは、はい。ペンタクスのプリンセスです。これはペンタクスのページですね。なるほど。ちょっとこの日食のエネルギー、すごくさそり座の皆さんはちょっと感じにくいかもしれません。ですのでよくよくその去年の10月どうだったかなっていうことを感じていただくのがいいような気がします。それによって明らかなね生活の中でのこれとかあれっていうわけじゃなく、なんとなくその時感じてたことや、なんだか一言で言うと波動調整が行われているというかね、さそり座の皆さんがよりよく進化していけるために必要なものは本当に順次生まれ変わって、細胞も生まれ変わっているんですけれども、何か見えてる現象の中でパキッと変わるわけじゃないから、ちょっとそれが分かりにくいんじゃないかなと思うんですね。ただ去年の10月の時っていうのはまだすごくそのパートナーシップとかが大きくクローズアップしていたと思うので、もしかしたら人間関係や契約関係の中で感じたかもしれませんが、今年の4月っていうのもね、働き方とか仕事とか日常生活、健康に関しても結構気づきがあったと思うので、そのご自身が10月とこの4月どのように感じたかっていうのがもう本当に一つのヒントですね。それが今年の10月にもう一度ね完成するっていうか、本当に綺麗に現れて、パックされてっていうか綺麗に現れて一皮むけて新しい形で始まるよみたいな、そんな感じがするんです。だから何が始まるのかなって言った時に、まだそれってすごくはっきりと形で見えてるものじゃないみたいなんですよね。まるで体の中の例えば内臓だったりとか神経だったりとか、そういったものって見えないですよね、自分で実際にはね。だけれども何かが変わることによってホルモンの分泌が変わったり、自律神経が変わったりして生活も自分の体の何かのシステムが変わっていくみたいな、そんな感じがするんですね。なので非常にこれはいいスタートなんです。でもちょっとご自身は初めてのことだからちょっとだけ戸惑うみたいな感じがあります。そして積極的にその変化を自分が求めていたわけじゃないのに、
体が勝手にそうなるみたいな感じもあるかもしれません。ですから自分で自分の体のことをすごくチェックしたり、もしね機会がある方は人間ドックとかそういう定期検診とかは行かれるといいと思います。血液の成分が変わったりとか、昔これ要注意だったのがなくなってるとかですね、そういうのもあるかもしれませんので、ただなんか自分で自分のことは非常に厳しく見ている。例えばもう年だからこれは無理しちゃいけないんだとか、もう年だからここは絶対このようにキープしなければいけないんだみたいな、そういった思いがあったり、自分の体を何かちょっと酷使するような、もしくは違う形に自分の体を使いこなせるように努力するような感じがあるんですけれども、もっと深いところで変化が起こっているので委ねてくださいって感じで言われています。そしてどちらかというと、その何かの対策を打つ例えば体をきちんと保つために絶対にこれを食べなければいけないとか、これをやめなければいけないみたいな、そういったきちっとしたものではなくって、もっと目に見えない感情的な喜び、もっと自分のことを許していいんだとか、もっと楽しんでいいんだとか、そういう人との喜びとか感覚の方が細胞には染み渡るっていう感じがするので、それをちょっと意識してみてください。何かがやはり終わって新しくなるよということで、ここで再生というカードと、あとマジシャンというカードも出てるんですね。でちょっとそれに対してちょっと若干迷うよっていうのもあるんですけど、これとても強いエネルギーだと思います。でしかも表面立ててないからすごく分かりにくいと思うんですけど、見えないところでものすごく自分が今変わろうとしてるよっていう感じです。この見えない細胞とか感覚が変わることによって、もちろん現実も自分自身も変わるし、現実も変わるし、そこから作り上げていく現実はすぐ変わるので、それが起こるんだなっていう感じがします。なのではっきりとこれって言えないところがちょっとなんかねもどかしいんですけれども、ただ今起きてること、今年の後半に起きてることも、見えないところから恩恵が届くよとか、他者からの評価が上がるよとか、深い信頼関係でつながっていくよねっていうのもあれば、自分の気持ちとか自分の精神っていうのがずしっとねしっかりと自分とつながるとか、しっかりと大地とつながるみたいな力強いエネルギーもあるので、何か自分がここまで生きてきた自分の意識、マインドだったり、自分の自己像、自分だと思ってる自己像と、深い自分の何か本質的な自分と、もしかしたら過去世からの、もしかしたら親からもらってた、先祖からもらってる運みたいなものとか、なんかそういったものっていうものが混ざり合って大きな変容を今遂げようとしているっていう感じです。すいません、ものすごく抽象的ででもそれしか言えないっていう感じなんですよね。なので、これが形になってくるのはもう少し後なんでしょうね。10月の次の日食ぐらいかなって感じがありますけどね。はい、すいません。ということでここまでにしておきたいと思います。要するにちゃんと委ねて大丈夫だよっていうことです。何か新しいものが本当に始まろうとしてるから、全くそれが見えなくても大丈夫。それは確実に自分の体の中で、もしくは運勢の中で、自分の人生の中で起こるよっていうのがメッセージだと思いました。ちょっと最後にもう一枚だけちょっと引かせてもらおうかな。なんかこの10月までに起こる出来事っていうのが、その先の自分の人生の活力になるというか、十分エネルギーを燃やして進んでいくだけのなんか準備ができるよっていう感じがしました。なので今はだらんとしてても大丈夫というか、今はまだはっきりとわからないという状態でも問題ないですよっていう形です。はい、また詳しくはね、8月の後半のやつはまた次の動画すぐにアップしますので、そちらもご覧ください。ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいです。じゃあまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。